どうもジョジョ TV です。本日私脇の施術をしたいと思います。本当はね、脇治療はそんなに乗り気じゃないんですよ。僕本当は脱毛がメインだったんですよ。今回ね、その中田先生っていう院長先生がいるんですけども、多分私の脇を見て何かしら僕脇があんま良くないのかもしれないです。分からん。今から相談があるからね。そうだから脇が甘かったかもしれないです。だからうまいこと言うね。うまいこと言うでしょ。で今回お邪魔してるのはこちらクララ美容皮膚科7院さんに来てます。で最近ね、意識高い系 YouTuber 目指してるんで、この脇以外にもね他にいろんな治療もあるみたいなんで、じゃあ早速中に入って聞いてみたいと思います。じゃあ行きましょう。はい、今ねこちら院内の中に入ったんですけども、最初はね撮影しながら入ろうと思ったんですけど、ちょっとそういう空気じゃないんですよ今ちょっと空気が重いっていうか、ちょっとで他のお客さんもいらっしゃるんで、とりあえず私のここだけ、一応店内軽くね、どうですか、かっこいい。かっこいいね。俺的にはもう少しこじんまりした病院だと思ってたんですよこれ結構ガチですね。緊張しております。はい。で果たして本日はねどういった施術があるのか、ちょっとそれも話聞ければなと思っております。はい。じゃあこちら、本日私が治療するところ。すいません。いやいやもういきなり撮ってますけど。早速よろしくお願いします。中田先生、もう少しなんていうのかな、こじんまりしたちっちゃいところ予想してます。なんか公民館でちょっとやる感じだと思ったんですけど、これガチじゃないですか。だってこれ見てこの機械とか。これ最新な感じですか。これが最新のハイフです。見てください。ウルトラフォーマー。ウルトラフォーマーですよこれ。で今日は脇で、はい。を治療するんですけども、はい。もう脇そんな気にしたことなくて、はい。脇治療進めたじゃないですか。やっぱ何かしら脇に何か感じたってことですか。いや、絶対感じてない。ただちょっと脇を経験してほしいということで。そうですね。で実は、ここだけの話なんですけども、はい、中国で脇の手術してるんですよ。中国のちょっとやぶ医者のところでもしかしたらワンちゃんやられてる可能性があるんですよでそこもちょっと見て、思いっきり脇をパン開けられてるんですよ。で僕半年間こういうギブスつけて、いやこれ動けないずっと思ってた。待って、そういう諸情報全然俺に言ってないね。治療法間違ってますよ、多分切るっていうのは。昔はその方法が主流だったんですよ。さすが。実際どうですか、汗の量とか匂いとかって。匂いはなくなった気がします。あ、いいですね。で汗も、はい、確かあんま出てないけど、でも他のところが出るようになった気がします。どっか汗止めたら、他のところが出るっていう、副作用ではないですけど、そういうのあるよっていうので、でも本当かどうか分かんないんで、どうなんですかそこは。そうですね、むしろ気にならなくなったから他が気になるかもしれないです。あくまでここの取った工場が移転することはないんですよ。従業員が転勤することはないんですよ。従業員が転勤することはない。じゃあみんながそう思ってるのは勝手な妄想みたいな感じなんですね。ただでも神経の回路を変えて他に生かすっていう治療もあります。汗かきってことですね、ただ単に。ちなみに今、めちゃめちゃ汗かいてるんですよ。拭いた方がいい。なんかHQ の時に大丈夫？僕が拭きますよ。 OK です。先生ちょっと心強いわ。普段看護師さんが全部やるんですけど、今日は僕が。やばい。内容的には脇の汗がなくなる。そうですね、脇の汗をなくす、減らす治療と脇の毛を取る脱毛する治療と。脇の汗を減らすってどういった感じでなくすんですか。ハイフって例えばがんの治療で使うんですよ。前立腺というね、男性がの真ん中にがんがありますと、そこだけを一点集中で狙ってがんを殺すけど他は殺さないって技術ができるので、汗の線だけを取るってことを試みます。いや、そこのピンポイントだけ除去するってことですか。そういうことです。簡単にイメージ的にはそういうことです。ちなみにこれを一番怖かったの痛いでしょ。ちゃんと聞いてほしいところに聞くと、そこって神経がほとんどないんですよ。だからピリッと響いたりズキッとしたら聞いてほしいところからずれてるので、絶対我慢しなくて OK です。じゃあ痛い時は痛いって言っていいんですね。 OK です。 OK です。それ痛いってことは当たってる方が違うってことか。違うってことです。はい、行きました。OK です。じゃあ早速行きますか。行きましょう。正直ジョジョさんは、脇汗は気になってたんですか、昔から。いや、気にはなってないんですけど、今言われたらちょっと気になり始めました。一応脇汗は結構かく方だと思う。昔はやっぱちょっと匂いがあったみたいで、今よりも脇がですかね脇がの治療もあるんですか。これで今ハイフ、これが脇がの治療にももちろん抜きましょう。 OK。 ちょっとはい、いいですよ。はい、こちら腕を上げて、腕を上げましょう。ほらそんなの出ないんじゃないかな。出ないけど、でも見てほしい、この傷跡。
ちょっとカメラちょっと近づいてほしい。ここですね。そうここ思いっきり切られたんですよ。ここを切りましたね。匂いはあいやーだいぶ汗かいちゃったからな。やりましょう。やりましょう。やりましょう。じゃあジェルを塗ります。オッケー。いやちょっと緊張してきたね。痛かったら痛いって言っていいですよね。もちろんいいですよ。オッケー。じゃあ行きます。はい行きましょう。じゃあまず一発。一発。行きます。はい。あれ大丈夫。はい。あ、大丈夫ですね。全然。じゃあ続きます。はい。今塗ってるんですか。あ、打ってます。超強力に打ってます。これ今お顔に当てるものの倍で当てて。ちょっと俺神経死んでますねこれ。なんか感じないですね。いや、ここの奥に手を動かす神経があって、はい。そこに響いたら激痛なんですよ。ああ。今ちゃんとキラーのところにスポットに当たってるわけですね。上がってます。あ心底内の汗のところにピンそういうことね。そういや本当に痛くない。もう今打ってるんですよね。打ってます。いや本当にカメラさん何も感じないんだけど大丈夫？作動してないんじゃないの？よーく見たら、んちょっと引き締まった感じしません？わかりづらいと思うんですけど、ちょっとブニュってなったのが引き締まった感じ。どうですか？そんな気がする。これって、まあ汗も殺してるけど結局、はいお顔に打ったらお顔のたるみも取れるんですよ。あこれがこれが結構万能な機械じゃないですか。そしたらこれそうです。ちょっと端までオッケー。ここ大丈夫です。ピチッとした。あ、オッケー。ちょっと今ピリッとしたところは、次浅いやつでいきます。一応なんかカタカタカタカッチャーみたいになってるんで多分起動はしてるんですよ大体。動いてる。動いてるよね。これライト当ててるんですかね。これはですね、超音波です。あ超音波が一点集中。虫眼鏡で太陽の光集めたようなイメージ。はいそこだけね。じゃあ今度3ミリの深さでいきます。さっき何ミリだったんですか。さっき4.5ミリ。 4.5ミリっていうのは強い方。強い方というかは4.5ミリは臭い汗のアポクリン感染を狙う。で3ミリの方は浅い汗、こう緊張した時に出る汗を止めるやつ。なるほど。ちょっと違うんですね。違いますね。汗の線の深さが違うので、ちょっとより痛い場合も多いですね。いきます。はい、緊張のせい行きましょう。はい。感じない。大丈夫ですね。はい。この汗のこの深さっていうの、さっき 4.5 今3、他の深さもあるんですか。他の人でしたら2とかにしたりとか、もしジョンジョンさんに失礼なんですけど、今回聞かなかったら次6にしてみようと思います。なるほど、まだ上があるんだ。ちょっと大柄な方ほど、もしかしたら遠い可能性があるんで。なるほどね。だから脂肪があるってことですよね。もしかしたらそうですね。そういうことだよね。アメリカの論文では 4.5 と3でやってほしいって書いてあったので、一応今日そうしてるんですけど。なるほどね。でもジョンジョンさんはね、失礼ながらちょっとね、そうまあデブなんで、ちょっと今体質だったらもしかしたら6でもいけるってことですね。そうですね。なるほどマジで痛くない。だから何も感じない本当に。ただカチカチカチカッターンって言ってるだけで全然言い方なんですけど効いてるかどうかが不安です。あまりにも痛くなさすぎて、いやこれが痛かったらなんか俺もやっぱ効いてるんやなと思うけど痛くないから本当に効いてるのかなっていう感じはするけど。大体1ヶ月ぐらい様子見て、ね、汗減ってきたなとか、匂い減ってきたなとか、よろしければこう。オッケー。最近でもこういう美容系男子多いっすよね。増えてきましたね。じゃあ一旦今日こんな感じにします。オッケー。特にその施術終わった後普通に生活はオッケーってことですね。オッケーです。やばいね。いいね。絶対脇の匂いで苦しんでる。いやいる中学生めっちゃ死活問題だと思う。そうだってモテたいし気に入られてる女の子に嫌われたくない。もう早速やっちゃいます。いいですお願いしますよ。大丈夫そうですね。大丈夫です。匂いが出る方の汗に増やすところからいきますね。ジョンジョンさん、この動画が脇の匂いで苦しんでる子供たちも救うかもしれない。いや本当に俺もう本当世界を救いたい。でもさ後で聞くんですけど問題は料金ですよね中田先生。料金ですね。いやきついんじゃない学生とかには。そうですね。じゃあ、ねこの動画を見てる人限定でですね。もうここで行っちゃう。いいですよ。1回3万9800円で限定5人1回3万9800円で。それ実際いくらですか。10万円以上いただかないとして欲しければ、モニターさんになってくれたら3万9800円で。モニターさんって何かっていうと、汗に反応して色が変わるお薬を塗ってね、汗の量がどれだけ減ったかってチェックすることもできるんですよ。なるほど。やるでしょ。いやこれいや絶対やるよ。やる実際の治療費だったら10万。ちょっと10万以上いただきたいと思います。なるほどね。結果で
うわこれ嬉しくない？ちなみに1回減った汗はまた元に戻ったりはしないです。大丈夫。再発しない。減った分はもうバッチリです。アメリカの論文では、1回抜けただけだと大体 50% 減ったっていう人が多くて、2回抜けた人だと大体 70% 以上。まあ実証されてるというか結果が出てますね。結果にコミットしてるわけだ。ちょっと引き締まった感じありそうだと思います。なんか痩せて見えるよ。じゃあ今度3ミリいきます。まあ言い方あれなんですけど、中国である程度やったから匂いこれで抑えてるからね。そうですね。もっとすごかったからね、匂い絶対。正直今ジョンジョンさん全然僕臭いって思わないですよ。いやもう中野先生、僕に気使わなくていいですよ。普通の男の匂い。あ、本当に？そう。今見てる方、モニターをやったら3キュッパでできるんで、いやこれマジで悩んでいる方、今すぐお電話を。ジャパネットでどこに電話するか分かんないけど、クララ先生のね概要欄に貼っとくんで、ぜひ見てください。今すぐお電話。I've been flying from town to town. なんで終わりみたいな。一応ジョンジョンさんちょっと来てくださるかもしれない5人の方向けにもうちょっと専門的な話を。はい、いいですいいですいいです。お願いします。実は今日、ジョンジョンさんもともと手術もしてたっていうのを聞いてたので、ちょっと軽めにしてます。だけど全くそういった手術もしたことない方にはこの倍以上当てようと思ってますね。つまりさっき僕は20分って言ったけど、3、40分30分いただきます。ちょっと多めに当てないといけないということなんで、でも正直僕からしたらやっぱ多めに当ててもらった方がいいよね。まあ当てれば当てるほどだって聞くわけでしょ。だからカメラマンさんやりたくなってきた。だし痛くなさそう。じゃあ本当に痛くないのよマジで。よし、終わりました。お疲れ様でした。はい、これだけの治療で今できるんですね。だって僕の時代切ってたんですよね。やっぱ気になってる方絶対いると思うんで、本当に今回良かったと思います。実際の施設は以上なんですよ。もう込み込みちゃんとそこは本気で。ですね、僕頑張ろうと思ってるんですよ。一応税抜き、税抜き98,000円の予定です。あ、でもこれで一生悩まないって考えたら出すと思う本当に出すと思う。でこれ15万から20万ぐらいで俺切ってるんだよ。だってイメージして、自分の息子が脇がで苦しんでるのを親は絶対助けたい。ただ情報がないだけだと思う。そうで絶対思春期の男の子気になってるから。絶対嫌だったもん。はい、本日すみません、中田先生、ありがとうございました。ありがとうございます。一言ありますか？今時中学校、沖縄の男子、ね、イケイケグループ、ね、やっぱりすね毛剃ってるらしいですね。今はもう時代が変わって男性もやっぱり清潔感手でないとやっぱりモテない時代、今までと違って美容皮膚科も男性も女性もどんな方でも患者さんも増えてますので、ぜひお待ちしております。はい、ということでね、僕もね今日から意識高い系 YouTuber として、ジョンジョン新たにね発信していきたいと思いますんで、どうもご視聴ありがとうございました。以上、ジョンジョンでした。ありがとう。バイバーイ。I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. 中を見ていきたいと思います。じゃあ、うちのユースケカウンセラーさん、さん揃いましたね。はい、どうもよろしくお願いします。じゃあ、いきますか。0番にちょっと。じゃあ、行きましょう。こっちがカウンセリング室ですね。なるほどね。ここでまずお悩みを相談するわけですね。そうですね。こういうイメージですね。ちなみにこのカウンセリング全部中田先生がやってるんですか？先生今僕含めて3人。あとカウンセラーさんもこうね、専門の方がいらっしゃるってことですね。いますいます。なるほど。やっぱりね、女性同士でお話ししてみたいっていうのもね、しっかり組み止めながら、確かに女性のお客さんだったらいきなりね、ちょっと男性に相談するのちょっと恥ずかしいっていうのもありますもんね。緊張すると思うので。なるほど。じゃあちゃんとそこはお客さんに合わせて、先生を変えたりとかカウンセリングを変えたりとかしてると、一等地にあんな看板でかく掲げてるのに腰が低い。なんで？もっと祝っていいのに。なんでこんな腰低いんだろうと思って、そこが多分ね、またみんながついていく、いいとこなんでしょうね。いいね。ここいいよ。これ。ここいいね、広さ。同じなんですよ。こういう感じ。さっき僕と言った部屋あっち側なんですけど、ここまた別の部屋です。7部屋こういう部屋があって製図するところですね。結構やっぱ広々してますね。手術したいですよ。かっけえ。かっけえ。手術何するんですか？他になんか二重とか
リフトアップとかやってます。はい。ちょっと待って、すみません。はい。正直な話いいですか？打ち合わせ全くしてないです。このクリニックが果たしてどういう治療があるかも全く分かってません。ごめんなさい、すみません。そこはちゃんとね聞いとかない。どういう治療があるんですか？まず今、脇汗、脱毛、脇がの治療は僕今聞きました。やられてること。脱毛、シミ取り、リフトアップ、二重、あと鼻を高くするなど、いわゆる整形全般もそうですし、あとアートメイクもやってます。眉毛のアートメイクってことですか？はい、そうです。はい、アートメイクのアーティスト。アートメイクアーティストの中田です。こんにちあ、は。ってことは妻です。あらすいません。結構オールジャンルっていうか何でもあり。そうですね、大体何でもできますね。美に関すること。眉毛のこのアートにも流行ってるのよ。メイクいらなくてそのまま残るってことですよね。そうです。ジョイさん、アートメイク。いや僕もアートメイクやってます。こんな感じ。なるほど、綺麗、確かに。ダーマペン、あ、ダーマペン、はい。やってますよ、やってます。ダーダーマペンマペンも。知ってる？わかんない。これ肌をすごい刺していくんだっけ？そうです、そうです。で、刺していって肌傷つくでしょ。で傷ついたらそれを回復しようとするんだって肌が。だから今以上に詳しいな。いや、そういうことですよね。肌が回復して修復しようとするから今以上に綺麗になるんですってね。そうです。そういうことですよね。もうジョンさん、はい美計画で各部門でやった方がいい。それはちゃんと美容系 YouTuber としてやった方がいいかもしれない。全部やったら検索全部。でもダーマペンが痛いでしょ、さすがに。麻酔したら全然痛くないです。麻酔はするんだ。大丈夫です。だから肌ちょっと気になってる人もぜひじゃあこちらダーマペンもやってるということで。あと、パウダールームとかお見せしましょう。パウダールーム、はい、新しいルームですね。はい、パウダールーム、はい。綺麗、かっこいい。これもうホテルじゃん。パウダールームトイレってことですか？ダーマペンの前に洗顔してお部屋に行ってとか。これ実はあれなんですか、中田先生。僕らが来る前に綺麗にわざとやったじゃなくて、最初からこんな。あ、いつもこんな感じです。これ、いやもうこれ並べ方これもう CM じゃん。でここでしょ。これも何ですか、アメニティっていうのこれ。アメニティですね。でこうやってこうなんかやるわけだね。こうほら整えて、じゃあ今から施設で行くってことですね。はい。おしゃれすぎないこれ。これとか見て。これティッシュやで。これすごいしっかりしてるわ。せっかくなんでスタッフルームもじゃあ。スタッフルーム、はい、じゃあ行きましょう。緊張してますよ、これスタッフさん。いや、これもスタッフのリアルですから。どうも、どうですか、この委員は。すごい働きやすいです。働きやすい。これはちょっと使った方がいいですかね、これ。いいんですか、これ。これ実はなんか上から言われてるんじゃないの、これ。スタッフルームも大体ね、やっぱスタッフだからもう犬小屋みたいな感じで、お前らとりあえずそこにいとけやみたいな感じだけど、結構広くて、見てほら、お土産まで。誰かから持ってきたんですかね、白い恋人。これは妻から持ってきまあ、白い恋人ってことは北海道？す。北海道にちょっと里帰りして帰ってきて、ちょうど沖縄の方じゃないの？あ、僕は沖縄県うるま市出身です。はい。妻は北海道の知床出身で。そうなんだ、知ってた？知ってたよ。聞いてないよ。あ、そうなんですね。いやー、すいませんね、なんかお忙しい中申し訳ないです。すいません。ある程度の部屋は見終わったんで、じゃあとりあえず撮影はここで終わりにしましょうかね。中田先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。この後中華に行きます。バイバイ。